電源つかねえな。これ完璧にいってるわ。カピラボ。皆さんどうもこんにちは。壊れたグラボは焼いてくスタイル、カピさんです。今回はこちらをいじっていきたいと思います。はい、GTX970 になります。MSI、はい、案件です。冗談はさておき、こちらは以前視聴者様からいただいたものになります。いただいた時の情報はこんな感じ。急にグラフィックボードが壊れたみたいですね。グラボを挿すと PC が起動しなくなるみたいです。視聴者さんも色々検証したみたいなんですが、8ピンを挿すと起動しないとのこと。ちょっと私も見たことのない症状ですね。ということでまずは症状の確認からしていきましょうか。それではやっていきましょう。ではまずは開封していきましょう。見た目は結構綺麗ですね。デザイン技、MSI って感じのデザイン。このデザイン結構長く使われてたイメージがあります。送ってくれる前に清掃されたのか、かなり綺麗な状態ですね。そしてやっぱりドラゴンがいました。縦置きするには割といいデザインですよね。若干、刺す部分が汚れてるのかな？この部分を清掃するだけでエラーコードが直ったなんて方もいるみたいなので後でここも清掃してみましょうか。そして上部はこんな感じ。完璧に2スロットに収まってますね。ここにもドラゴン入ってた。今では 2.5 スロットとか3スロットが当たり前だけど、2スロット厚みに収まってると使いやすくていいですよね。そしてここが問題の部分。この補助電源に8ピンを挿すと PC が起動すらしないとのこと。そして裏面はこんな感じ。パッと見ではわかるような問題はないんですけどね。でも一度分解済みみたい。保証シールを取った後とネジを回した後がありますね。とりあえず見た目はこんな感じかな。表面上をじっくり見た感じでは、目視でわかる破損などはありませんでした。それでは検証環境に組み込んで確認してみましょう。検証環境のスペックはこんな感じ。こちらはすべて動作確認が取れているパーツとなります。まずは、こちらの構成でしっかりと動作するか位置を見てみましょう。はい、しっかりと動作することが確認できました。この環境には問題がないことがわかりましたね。それではグラフィックボードを搭載してみましょう。それでは電源を入れましょう。スイッチオン。ファンが回らないですね。もう一回押してみます。電源はカチッとなっているので、起動しようとして落ちてるみたい。視聴者さんが教えてくれた症状と同じですね。何回試してもダメなようでした。補助電源を両方挿してると起動しない。この壊れ方は、コアとかバイオスではなくて電源系統の壊れ方のような気がしますね。では一旦取り外したので、端子の部分の清掃をしてみたいと思います。清掃方法はまずはクイックドライクリーナーで洗浄。その後接点復活剤を塗布します。クイックドライクリーナーを吹きかけて綿棒で軽くこすってみました。このように表と裏両方清掃しました。この清掃方法が合ってるかわかんないけど、クイックドライクリーナーは基板清掃用って書いてあるから大丈夫でしょう。そして乾燥後、接点復活剤も同じような感じで塗布しました。今回のグラボがこれで治るとは思わないけれども、一応段階を踏んでやっていくことが大事ですよね。清掃が終わったグラボはこんな感じ。こちらを組み込んで確認してみましょう。組み込み映像は、カット。では掃除した状態で電源を入れてみます。ノイズとかそういった類はこれで治ることもあるみたい。期待を込めてスイッチオン。やっぱりファンは回らないですね。では違うことを試してみましょう。補助電源の挿す本数などを変更してみます。まずは補助電源8ピンのみ。これでどのような動作をするか見てみましょう。スイッチオン。動かないですね。8ピンのみでは動きませんでした。ではここを6ピンのみにしてみます。よし、これで大丈夫ですね。6ピンのみに変更しました。それではスイッチオン。今度はファンが回りましたね。6ピンのみでは動作するようです。となると原因は8ピン側の電源回路、またはハンダクラックなどが考えられますね。では、分解して内部に破損箇所がないか等を見ていきましょう。と思ったら、画面に何かが出てきました。
これは電力が足りない時に表示される警告のやつですね。8ピンを挿してないから出たんでしょうね。こうなるとやはり不具合は電源周りのどこかになると思います。コアだったらノイズとか出てそうだしね。今回はリフロー案件ではなさそうです。それでは分解をしていきましょう。グラボの分解は久しぶりかもしれない。最近いいジャンクグラボが売ってないので、なかなかいじる機会も減ってきました。とりあえず片っ端からネジ外しだね。よし、これで OK。あとはファンと基板をつなぐコネクターを外せば大丈夫ですね。このグラボは2本配線がつながってますね。こっちは LED の配線か、ドラゴンのマークを光らせるためのやつですね。でこっちがファンのコネクター。これを取り外せば分離ができますね。これで OK。基板と分離ができました。基板はこんな感じ。もしかしたらこういうヒートシンクがどこかに当たってショートしてんのかな？可能性がないとは言えないな。今回はコアは壊れてないと思うんですよね。症状的に電源系統な気がする。とりあえずこのヒートシンクを取り外して、一度動作確認をしてみたいと思います。まあ、サーマルパッドもしっかりついてるからおそらく干渉はしてないと思うんだけどね。それでは取り付けてみましょう。では基板のみの状態でスイッチを入れてみます。補助電源は全部しっかりと刺さってます。やっぱり電源落ちてますね。これが6ピンのみなら、やっぱりしっかり電源は入る。ヒートシンクが原因でショートしてたわけではないことが分かりました。それでは引き続きグラボを見ていきましょう。となると怪しいのは8ピン補助電源あたり？ここのコネクター不良だとかもありえますよね。パッと見ハンダクラックとかはなさそう。もしくはここら辺のチョークコイルか、コンデンサーあたり、それかこっち側のやつか。見た感じコンデンサーは問題なさそうなんだけどね。容量抜けたりしてんのかな？まあとりあえずコネクタあたりから見ていきましょう。一応この時点で目視でわかるような不良はなさそうです。綺麗に見えるだろ。こいつ、死んでるんだぜ。では、ないとは思うんですがこの補助電源のピンが内部で破損していないかテスターを当ててみます。はい、全部しっかりと導通してましたね。ここの不良というわけではなさそうです。静電コンデンサーの抜けがないかなと、目視とテスターを当ててみたものの異常なし。これといって不具合はなさそうに見えるんですよね。いろいろテスターを当ててみたんですが、目立った成果を上げられず、なかなか故障箇所を見つけることができませんでした。いやー、なかなか難しいね。チップ類も確かめてみたんですが、補助電源周りも問題なさそうなのかなという印象。誰か詳しい方いないかなと思い、Twitter で聞いてみることに。Twitter で詳しい方教えろください。ってつぶやいたらたくさんの方にリプをいただけました。ご協力いただきましてありがとうございます。その中のお返事で、サラさんからモスフェットのショートかもというツイートをいただきました。そういえばモスフェット見てなかった。今までマザーボードなどでも焼けてたことがあったりするパーツなのでまず見るべきでしたね。ということでモスフェットをチェックしてみることに。まずは冷却のためについているヒートシンクを取り外して、6個あるモスフェットを一つ一つチェックしました。マイナスをグランドに落として、テスターで一つ一つチェックをしたところ、一番上のモスフェットが故障してることを発見。他のモスフェットは反応しない部分も反応してました。ここが全足で通電してた感じですね。そういえば斜めにしてアップしてみると、ハンダがはみ出してきてます。これ当初は使えてたっていうから、使ってるうちにこうなったのかな？中古購入で酷使していたようなので、使用中に異常な発熱をしたのかもしれませんね。とりあえず異常箇所が分かったのでこのチップを外してみることに。今回交換用パーツは国内で売っていなく、アリエクスプレスで注文するしかありませんでした。なので今回は取り外しをして、少し怖いですが外した状態で起動するのかを試してみたいと思います。まずは作業に邪魔なブラケットを取り外します。チップを外す際にここから熱が逃げてしまいそうですしね。取り外しが終わったらここにフラックスを塗布していきます。今回はジェル状のフラックスを使用しました。やっと注文してたのが届いたんだよね。それではこちらをヒートガンで炙って取り外します。しばらく熱を加えていくと若干動いた。飛んでいってしまいました。取り外したチップはこんな感じ。コンデンサーとかに比べると大きいけど、やっぱり若干取り外しはしにくいね。この3箇所はもともと繋がってるんだね。とりあえず一度清掃して、清掃後にこのチップにもテスターを当ててみたいと思います。無事に取り外しができてよかった。では余計なハンダを取り除いて、無水エタノールで軽くこすって清掃。
その後、基板にテスターを当ててみました。すると基板の方の導通は問題なし。なのでやはりチップが壊れているという結果でいいのかな？多分これが異常部品かと思います。チップの方の導通もおかしいしね。これが異常パーツで間違いないと思います。一度このパーツの再実装も試みましたが、結果はダメでした。付け直すこと自体はそんなに難しくなかったんですが、やはりパーツが故障しているようで取り外す前と同じ状況。テスターを当てても全部の足が導通してました。本当は新品に交換したいけれども、中国から届くまで待たなきゃいけないんですよね。時間がかかるので、今回はこの状態でまずは動作するのか見ていきたいと思います。それではチップが外れた状態で組み込んでいきたいと思います。制御の問題で不安がありますが、高負荷をかけるんでなければ大丈夫、と信じてやってみます。うわぁ。怖えな。ということで補助電源もしっかり繋ぎ終わりました。主電源も入れて、まずは CPU ファンが回って起動するかどうかが問題ですね。それではスイッチオン。回ったよ。今めちゃくちゃ感動してる、と同時に怖い。冷却に不安もあるので一度シャットダウンしてヒートシンクを組み込んでからテストしてみます。このままじゃさすがにいろんな意味で怖いわ。コアにも熱が結構来てるしね。ということで組み込みました。モスフェットは外れた状態で組み込みしてあります。これ一つ壊れてたら動かないけど、逆に外れてたら動くのとかちょっと面白いよね。まあこれがフェットでスイッチの役割してるからだね。今回いい勉強になった。では全て組み込んだので、もう一度起動してみます。まあ、動くはず。スイッチオン。やはり無事起動にはこぎつけましたね。あとは BIOS に入れるかどうか。画面が映れば今回は成功です。皆さんお気づきだろうか。メモリが刺さっていないことに。はい、すみません。最初につけてたのが結構いいメモリだったので、巻き込まれて故障するのを阻止するために外したのを忘れてました。メモリを1枚挿したので、今度こそ起動。ちゃんとついた。OS 起動した。原因はやっぱりモスフェットだったんですね。すいません、嬉しすぎて舞い上がってます。ドライバも導入したら、しっかりと認識までしました。ちなみにデバイスマネージャーはこんな感じ。しっかりと GTX970 で認識しています。それよりも何よりも、このデバイスは正常に動作しています。これが嬉しすぎた。もう成功と言って過言ではないんじゃないでしょうか。それに今回一つ収穫がありました。故障したモスフェットを取り外しても動くということ。このまま負荷をかけたりとかは危ないかもしれないけれども、動作確認程度だったらできたということが勉強になりました。まあ、これは他のパーツの故障のリスクもありますから自己責任ですけどね。ということで、作業してたらお腹が減ってきた。今日の深夜のおつまみ。今回のおつまみの材料はこちら。日立で釣ったマコガレイ。3時間船の上で釣りをしてきました。こちらの魚を開いて今回は唐揚げにしていきます。まずは軽めに塩コショウ。全体的に片栗粉をまぶしたら、熱した油に投入。低温で骨まで食べれるようにじっくりと揚げていきます。こんがりと色がついていい感じに揚がったら、バットに揚げて少し油を切ります。油が切れたらおろしポン酢をかけて、いただきます。これはやばい。骨までパリパリうますぎる。うまい。手抜きでも、うまけりゃいいじゃないの。それがジャンク飯。ということで今回グラフィックボードの修理を試みましたが、原因特定と起動までにはこぎつけました。いつもみたいにわからないままリフローするんではなくて、今回は原因が特定できたからやった感がありますね。あとは修理パーツが届いたらまた後日動画に上げたいと思います。ということで今回の動画はここまで。今回はフォロワーさんのおかげと、半日テスター当てをした周年の勝利だと思います。それでは、いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。今回のこれは成功と言ってもいいだろう。闇雲にリフローしたわけじゃないしね。グラボくださった視聴者さん、回答くださったフォロワーさん、そしてサラさん、マジでありがとう。